2025年4月、元ジムカーナ東北大会。傾斜の激しい路面をアクセル全開でコースを駆け抜ける790デュークの大滝選手。A 級優勝、そして SB クラス優勝したその走りに迫ります。ここ、福島県二本松市の恵比寿サーキットは、すり鉢状の形をしていて、アップダウンが激しいです。標高が高いため、エンジン出力が低下し、上り坂では失速してバランスを崩しやすく、下り坂ではオーバーランしやすく攻略が難しいコースです。A 級選手でもバランスを崩してふらついたり、足をついたりと苦戦します。コース図です。大滝選手、ヒート1、花選手の MC とともにご覧ください。大滝豊明選手スタートしていきました。さあ、大滝豊明選手は、790デュースでのご参加。リアがスライド。ここは立ち上がりが下りなのでトラクションが抜けやすいのです。で、790のこの KTM で走っている選手は多分大滝選手だけだと思いますね。この790デュース、非常にですね、暴れる。ここの回転は進入が下り、回転中に上り、また下りと繰り返し、バランスが取りにくくとても難しいです。暴れん坊のこのジャジャ馬のですね、790デュースをここまでですね。ここは上りと下りが混在するとても難しいセクションです。バランスを崩しやすいセクションですが、大滝選手はとてもスムーズに走っています。どうやって走っているのでしょうか。詳しくは後ほど解説します。細かいセクションこなしていきます。美しい走り。スパッと寝かせて最後のセクション近づいていく。フロントアップ。こんな短い距離で。この短い距離でフロント上がりましたよ。はい、寝かせて最後のセクション入っていきます。バイクの速度がずっと落ちずに、本当に滑らかですね。さあ、700cc 以上はね、SB クラスの表彰があります。このバトルも楽しみです。何秒出るのか。タイムは1分31秒595。出走後、大滝選手は、怖かった。まだ足が震えている。と言いました。凄まじい速さでしたが、恐怖と戦いながら必死で走っていたのです。足が震えるほど怖い思いをしながらあんなスピードで走っていたなんて、と私はびっくりしました。傾斜は怖いよ。と大滝選手。ヒート1終了時点で、大滝選手は A 級2位。1位は大滝選手よりも 0.333 秒速い辻江選手。3位は清野選手という結果に。大滝選手、ヒート2。すごい加速。ハードブレーキで進入。すごく滑らかで速い。ブーツをすりっぱなしです。ここも深いバンクで滑らかで速い。リアをスライドさせながら進入。速すぎる。難しい傾斜での回転。決まりました。難関のセクション、真ん中のパイロンと外側の4本のパイロンを順番に回るのですが、外側の最初の2本は下っていて、後半の2本は上っています。大滝選手に聞いた、ここの攻略法は、アクセルを早く閉じて、一次旋回のフォームをしっかりと作り立ち上がること。つまり、アクセルは開けられない。通常のセクションは違う。アクセルを開けていかないとタイムは出ない。このセクションで俺は、みんなが思っているよりも早いタイミングでバイクを寝かし始めている。だそうです。はい、
ロングホイールベースの790デュークで、この細かいセクションをここまで速く走らせるテクニックはすごすぎますね。この小さい8の字で超深いバンク。ここは少し失敗してしまったそうです。フロントアップ。1ヒート目よりも上がってます。これになってしまって大変申し訳ございません。はい、大滝選手のですね、いい走りはちょっとこんな。大滝選手はターンで本当に速度が落ちません。大型バイクをミニバイクのように走らせる。大滝選手が以前話していた通りだなと感じます。最後の回転。走り終えた辻江選手が見守っています。1分30秒02。素晴らしいタイムに歓声と拍手が湧き起こります。ヒート2出走前、大滝選手は前走者の辻江選手のタイム1分30秒483を聞いて、速すぎて絶対抜けないと思ったそうです。その上で大滝選手が意識したこと。パイロンに触れてもペナにならないから、可能な限り寄るしかない。それで勝負してどこまでいけるか。直線でアクセルを開けられるところは頑張って開けた。下るところが多いから、ある程度ハードにブレーキをかけないとオーバーランするから注意した。下っているところでのパイロンとの距離感はかなり意識していたし、辻江選手よりも寄れていた。それは前日にこの会場で練習していたことが有利に働いてできたことだと思う。上りは辻江選手の方が寄れていた。辻江選手は前日練習には参加していませんでした。下りと上りではそれぞれ何を意識して走ればよいのでしょうか。上りではマシンが失速してしまうので、多くアクセルを開けて、一次旋回は下りよりも少し短くしている。下りではマシンが進んでしまうので、早めにアクセルを閉じて、旋回フォームを作り帳尻を合わせる。ヒート1では足が震えるほど怖い思いをしながら走っていた大滝選手。ヒート2を走り終えた後、怖かったと聞いたら、慣れた。さすがですね。東北大会ならではの魅力を紹介。他の大会ではコース上に2人や3人選手が走行しますが、東北大会は出走してから完走するまでコース上は選手1人だけです。他の参加者は上からみんなの走りをじっくりと見守ることができます。これがとても楽しくて、雰囲気はとても良いです。疲れた時や残念な結果で落ち込んだ時などは、可愛い動物があなたを癒してくれます。前日には運営の方々や参加者との宴会があって、これがとても楽しい。飲みすぎ注意。東北大会が気になった方は、今年7月20日と9月21日にも開催予定なので、一緒に参加しましょう。見学もできます。ここまで長い動画を見ていただいて本当にありがとうございます。チャンネル登録、いいねやコメントとても励みになりますので、よろしくお願いします。最後に、大滝選手の素晴らしいウイニングランを、花選手の MC とともにご覧ください。はい、ではスタートいたします。今日一番時計を叩き出したこの大滝選手のですね、走りを皆様ご堪能くださいませ。先ほどですね、ちょっと、電池がなくなってしまったと思ったんですが、なんか復活しましたね。なんか復活しているので、このまま喋りたいと思います。はい、大滝選手のバンクで入っていくね、タイミングとか、このですね、スパッとこう寝かせる、ここまでいけるかどうかなんですね。これは単に横に倒してるわけではなくて、しっかりその前からですね、この下半身の向き見てくださいね。お尻の向き、しっかり進行方向に、向いてしまうんですね、これ。これはもう本当に下半身の鍛錬の賜物だと思います。はい、私もここまでやりたいなっていう憧れの走りですね。本当に切り返し早いです。そして上半身と、リアタイヤがですね、もう一直線、ほぼ一直線です。
もうタイヤもバンクしてれば人間もですね同じ角度でバンクしているという一瞬たりともそこが乱れないというところがこの走りの美しさのポイントだと思います。素晴らしい。